こんにちは。マシン原田の部屋へようこそ。新年第1弾、今回のゲストはこの方です。イエーイ、カルキオです。イエーイ。感染症対策もね、これやりながらやってるんで、今日はよろしくです。よろしくお願いします。自己紹介をお願いします。はい、バーンステップの和清です。趣味とかは？ダンスが趣味で、ドラムとかコロナ中に電子ピアノも買って、ほんまにもう好きな曲を弾けるようにっていうのだけで。プロになろうとか？もう全然作曲しようとか？全くないです。どんな曲を弾いてるの？ヌジャベースがサンプリングしてる、それの原曲をピアノで弾いてるジャズピアニストがいて、でその人の弾いてる動画を見つつ、実際やってみたみたいな、そういう動画があるんで、それを見てどこをしとるみたいな、目コピ耳コピで。なるほど。どんなことを大切に言ってる？基本的には自然体でいたいっていうのがベースにあるので、あんまり肩肘張りすぎずに、その時の衝動であったり感覚なるものをベースにこういいなって思ったらそっちに引っ張られるというか、流されるっていうわけじゃないんですけど、そういう流れのまま自然体で生きていきたいっていうのが、ベースにありつつ、その中でもやっぱどうしてもそうできない状況があった時に、自然体に生きていくために頑張るみたいな、そういう感覚が常にベースにあるっていう感じですかね。なるほど、現在の活動とか仕事っていうのはどういう感じですか？週5でレッスンをやってる。土日とかにワークショップがあったりだとか、地方の方にコンテストバトルのジャッジだったり、たまにショーケースがあったり、年に2回ほど自分の主催のイベントをハウスユナイトというイベントであったり、最近はやれてないんですけど、トーキンハウスっていうバトルのイベントをやらせてもらったりっていう流れですね。じゃあコロナ禍で結構大変な時期もあったんじゃないですか？イベントも結構なかったりしたやん。そうですね。でももともと表にバンバン出たいっていう感じではそもそも自分はなくて。そうなんや。はい、多分意外って思うと思うんですけど、めちゃめちゃ脚光浴びて、こうどんどん自分を見てもらいたいっていう感じではないので、ないはないで面白かったり、ぶっちゃけ1ヶ月ぐらいはもうほんまに何もない状況ではあったので、金銭面とかって考えたらやっぱりきつい部分も多少はありましたけど、でもなかなかない状況っていうのが自分の中ではやっぱ面白いな。どう過ごそうか。楽しめたタイプやね。そうですね、楽しめました。最初の出会いが坂にあるキャットミュージックカレッジ専門学校で生徒として入ってきて、話を聞いたら山口から出てきたっていうことやってんけど、山口にいた時はダンスはやってた？はい、やってました。何歳からやってたんだ？実際は17歳ぐらいだとは思うんですけど、どっぷりのめり込んだのは高校3年生。17は高2の夏。高2ですね。夏っていうか、どういうきっかけでダンスを始めた？自分が行ってる高校が男子校で、文化祭でモーニング娘。を完コピして踊るみたいな、クラス全員で、高校生のそういうノリみたいな、あるよね。なぜかわかんないんですけど、俺がじゃあそのビデオを全部覚えて、みんなに教えるわっつって、モーニング娘。の振り付け見て覚えてみんなに教えてってやってたんですけど、感想部分とかで踊ってないところとかあるんですよ。でそこで何しよっかってなった時に、ちょうどめちゃイケで岡村隆史が SMAP のコンサートに出るで、こう中居君のロックパートを完コピして踊るみたいな、なんかそういうのが流行ってた時期で、それを踊れる子がいたんですよ。でそれ見て、うわ何それかっこいい、それやろうぜみたいな感じで、3人ぐらいでそのパートみたいなんで踊ったんですよ。そしたらちょうど同じ学校でダンスをやってる先輩がそれを見て、お前ダンスやってんのみたいな、俺ダンスやってるから一緒にダンスやろうぜっつって誘っ
ってくれて、そこがダンスを始めるきっかけになったっていう。それは何ダンスやったの？先輩はロックをやってて、はいはいはい、だから入りはロックダンスですね。はい、まあ、全然僕ダンス分かんなかったんで、ちょっといろいろ勉強するも含めてビデオ渡されて、それがレイブ2001。その時に自分のやっとダンスはロックなんやとか、あ、ブレイキンってこういう感じなんやとか、ダンスでヒップホップもあんねやみたいな、いろいろ知って、あ、俺ロックよりもヒップホップがやりたいなって思って、先輩に「僕ヒップホップがやりたいっすね」って言って、でそっから独学でと言いますか、いろんなビデオ見たりとかで、先輩とヒップホップを始めるみたいな感じですね。もう先生はビデオですね。なるほど。はい、どういう経路でかわかんないですけど、JSOULBROTHERS、ストラットのカズさんとかボビーさんがオルガンドナーで踊ってる映像とか、広島のタカさんとステゾーさんが踊ってる映像とか、よく行く服屋にダンスフィールドとか、ジャパンダンスディライトのボリューム9、3D クルーが優勝したああいうビデオとかは見てました。なるほど。でそういうの見て、見よう見まねですけど、でなんで大阪に出てこようと思って？さっきのそのレイブ2001のビデオを見てた時に、デフがめちゃくちゃ好きやって、で特に加藤さんがむちゃくちゃ好きで、ジャパンダンスディライト見ても、この前のリンクと吉江さんと横井さんとか踊ってた、横井さんも大阪におるとか。結構自分が知ってるダンサーが大阪に多かったっていうのがまず一つと、先輩に高校卒業してどうしようかなってこう喋ってた時に、リアルなダンサーやるんやったら大阪に行った方がいいって言われて、メイク前にしたんやったら東京に行けと、なんかそういうニュアンスで言われて、あ、じゃあ自分はなんか大阪だなっていう風に思いつつ、自分が行ってた高校が進学校だったので、みんな大体行くみたいな。でも自分はもうその高校に入った瞬間に勉強をなぜしないといけないのかっていうタイプだったので、大学みんなは行く、でも自分はもう行きたくない、勉強もしてない、ダンスやってるってなった時に、よく行く服屋のそのダンスフィールドとかを置いてるところにディライトマガジンも置いてて、でそこの一番後ろにキャットの広告で、あれ見て、もうあ、知ってるダンサーが先生なんやみたいな。でこれが専門学校で、プロが何かっていうのは全然分かってないですけど、ここ行ったら上手くなれるし、まあ、進路としても専門学校っていうので、もう全然ありやんって思って、なるほどな。もう親はもうめちゃくちゃ反対だったんですよ。私立でもいいから大学行ってくれと、もう大阪行くんはいいけど大学行ってくれみたいな、友達にお金借りて、お年玉で返すからっつって、でオープンキャンパス10月頃ですかね、行って、もう行って確かめて説明して熱意伝えたらなんとかいけるんちゃうか思って、もう一人で新幹線乗って、新幹線なんか乗ったことないのに一人でキャット行ってオープンキャンパス受けて、その時にチラッとですけど「あ、君踊れるね」みたいなこと言われて、なんかもうウハウハでみたいな「俺いけんちゃうか」みたいな感じで。その時の先生は誰か覚えてるんですか？その時はアイラブフットワークのカズさん。そう。はい、うわ、カズさんやみたいな、知ってるみたいな、でその人から褒められたみたいな、そらね、めっちゃ嬉しいよな。そうですね。親にこうでって説明して、泣く泣く行かしてもらえるようになってみたいな。仕方ないよね。仕方ないっつって。大阪出てきての第一印象は？ダンスで言ったら、まあ、そのキャットの時にいろいろこういうコンテストだとか、こういうダンスがありますよっていう紹介の一個でダンスアタックを見せられたんです。高校生の大会じゃないですか。自分は専門1年で高校生のダンスを見た時に全員えげつなくうまく見えて、そりゃそうなるよ。高校生でこんな踊れんのみたいな。その当時の1個2個ってめちゃくちゃ大きいじゃないですか。自分よりも年下の人間がこんだけ踊れるんやって言って、まずダンス人生の一番最初の折られた。なるほど。ダンスアタックに折られた。鼻へし折られた。鼻へし折られましたね。地元ではまあまあ活躍してた。まあそうですね。ダンスやってる人間が周りにいなかったっていうのもあるんですけど、その当時ケツメイシっていうアーティストがいて、その人たちがライブをやるっていう前座で踊らせてもらったりとかしてて、すごいやん。はい。みんなからしたら俺地元でミゾっ
って呼ばれてるんで、みぞが出とやばいみたいな、バッて見たらもう全員えぐいってなって、全員俺よりうまい。うまいなんじゃこれと。大阪なんじゃこれ。そうですね、びっくりしましたね。見て覚えてるのは姫、もう姫見て、うわ姫入りたってなったんですよそこでハウスを教えてた司さんのレッスンがすごい面白くて、そこからちょっとずつハウスというかステップというかにハマってったっていう流れですね、はい、じゃあもうハウスに一旦は司の影響がめちゃくちゃ大きい。ああもうそうですね、山口時代はもう全然ハウスは踊ってなかったもんね。はい、ハウスっていう存在は知ってたんですけど、当時の自分で言うとその良さが全く分からなかったというか、やっぱこう若いんでもうガンガン動きたいけど、レイブとかで出てたソーディープとかパイロとかもそうですし、なんかいろいろハウスチーム見てたんですけど、まあ今思えばすげえかっけえなって分かるんですけど、ふわふわ歩いてるようにしか見えないなるほどみたいに思ってて、なるほど、ふわっと歩いてちょっとアクロバットなことするみたいな、そういうイメージやったんで、あんまりこう興味はなかったんですけど、なるほどね。司さんの踊り見た時にすげえってなって、意外とジャズとかは好きで、リーさんが教えてくださってたんですけど、あれはすごいやっててよかったなって思います。今でもリーさんに会うと「アクセルターンめちゃくちゃうまかったもんね」っつって言ってくれるんですけど、なるほど、覚えててくれてますかみたいな。司さんにもジャズは絶対やっとけと、基礎になるから動く上での、そこは欠かさずに結構一生懸命受けてましたね。キャットの中で一番影響を与えられたものって何なの？ 2年生になった時に、ニットさんが自分の自我をしっかり持ってフリーで踊るであったりだとか、自分のダンススタイルを構築していく的なレッスンがあって、ニットさんも実験的にいろいろやってくださってたんですけど、そこでこう結構自分の周り、同級生だと、まあ今はあんまり活動してないですけど、パンプキンっていうめちゃくちゃこう大きい存在のチームがいて、みんなに影響を受けて、ニットさんのそういうレッスンからのみんながこうバンバン変化し始めて、やばいなみたいな。でそういうのでこう自分も刺激もらいながら、自分はどういうダンスをしていったらいいのかなっていうのをなんとなく考えるきっかけになったというか、でその時にニットさんから言われた言葉を今でも覚えてて、和清はドープっていうよりかはディープだよねっていう言葉が自分の中ですごいしっくりきてて、自分もこうトライしてこうドープの方に行ってみようかなとかもいろいろ多分チャレンジしてた感じもあったと思うんですよね。和清はそうじゃなくてっていうのも言ってくれてるような気がして、なんかいい部分をすごい見てくれてたなっていうのを。で特にフリーで踊るって今では当たり前ですけど、その当時ってザ・ゲームも出来たてだったり、クックアップもまだなかったり、じゃあもうめちゃくちゃ初期やん。めちゃくちゃ初期なんですよ。だからソロで踊るっていう概念がそもそもあまりなかったというか、ショーケースの間に踊るぐらいな、僕らはこう俗に言うクラブ世代ではなかったので、フリーで踊るっていうものをもともと知らなかったから、自分の踊りっていう初めてこう向き合うきっかけになったレッスンだったので、それがこうすごい自分の中では大きかったなっていうふうに思いますね。ジャンベとかも叩いてた？そうですね、叩いてて、生音に触れる機会がすごくあったので、スピーカーから聞くっていうのではなくて、生で感じるっていう面白さをすごい早い段階で体感できたので、それはすごい良かったなって思います。じゃあもうキャットに来て大正解ですな。大正解でしたね。もうタイミングも含めて。今見てる人の中に今ダンス始めたばっかりとか、これからやろうとか、ちょっとハウスに興味あるとか、いろいろいると思うけど、やっぱりなかなか踏み込めない人も多いわけやん。でそういう人になんかこう和清からのアドバイスをするとしたら。いやめちゃくちゃやっぱ難しいんですけど、ダンスに限らずの話で、やっぱこうその時いいなって思ったり、グッとくる衝動っていうものっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うので、頭で考え出すとやっぱこうかもしれない、ああかもしれない、でもこうなっちゃうかもっていう、意外とネガティブ要素の方が大きくなっちゃうと思うんで、ちょっと不安と思ったらそれがドドドドドドってくるから、やっぱ分からないものって絶対ネガティブになっちゃうんで、衝動が
グッてきたら、そういう瞬間って生きていく上でもうどんどん大人になればなるほど少なくなっていくと思うんで、自分の中では思っても踏み込めないよね。そうですよね。大人になればなるほど。はい。なので特に若い子とかはそういう衝動っていうのはすごい素直に大事にしてもらって、考えるよりもまず指先ちょんでもいいから動き出すっていうことをすることがすごい重要かなっていうふうに思います。確かにな、乗ったこともない新幹線、乗ったこともない借りて大阪に行ってはいオープンキャンパス受けて親説得してっていう、もう衝動以外の何者でもない。いや本当に今考えてもそんな必死になって衝動任せで動いたことなんかないぐらい潜在意識でこんだけハマるものがあるという部分がすごい大きかったのかな。17年8年ぐらいやってます。なるほど。そのバウンテンポを組んだきっかけっていうのはYouTube で見れるバトルでこれを見てほしいみたいな。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。相方のチャンネルもよろしくお願いします。